電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。ということで、もう普段ご覧いただいている皆様お気づきだと思うんですけれども、本日はですね、実は京都の蓮久寺の本堂で撮らさせていただいております。普段は告知とかご案内させていただくときにここで、撮らせていただくんですけれども、普段この怪談説法はいつもスタジオに行って、スタジオをお借りして、グリーンバックでお話を実はしてるんですけれども、今回、ちょっと私の時間があまりなくなってきてですね、もうありがたいことに本当に日々、多忙を極めておりまして、急遽この場所で、お届けしようということになりました。ということで、せっかくこの蓮久寺でお話しさせていただきますので、私、三木大雲とこの京都蓮久寺とのつながり、不思議な少し実はご縁があって私が入らせていただいたんですけれども、その、ご縁の一番最初となるお話を今回させていただこうというふうに思います。実はですね、この蓮久寺、私が入らせていただく少し前、先々代の方のお話になるんですけれども、この先々代の奥様がお亡くなりになられた時に、実は私が初めて蓮久寺に寄せていただいてるんですね。その時は私が入る頃よりも少しまだ、綺麗というとあれですけど、古かったんですけれども、人が、住めるような環境下には、まだギリギリありましてですね。で、その時に私が実は大学で修行をしてたんですけれども、ちょっと用事があって京都に帰ってたタイミングでお葬式があったんですね。で、この蓮久寺の、先々代の奥様がお亡くなりになったのだいぶご高齢でしたので、ちょっと檀家さんも少ないのでお参りに来られる方っていうのが非常に少なかったんですね。そこでですね、たまたま私の生まれたお寺とこの蓮久寺はちょっとお寺同士の姻戚関係、法縁という言い方するんですけれども、その法縁のつながりがありましたので、全く無関係のお寺ではなかったんですね。ですので、一度ちょっとお葬式で参拝者が少ないので、よかったら一緒にお経を読んであげてくれないかというふうに周りのお坊さんからもお願いされまして、ちょっとまだ大学生でしたけれども、じゃあ参列だけさせていただきますということで、実はこの蓮久寺に私初めて来たんですね。で、この初めて蓮久寺を訪れた時の衝撃がすごかったんです。どんな衝撃があったかって言いますと、まず今はもうね、私が立て直してこれ綺麗になりましたけれども、その当初はですね、ちょっと上がり口も少なくて、玄関から私上がらせていただいたんですけれども、ちょっとその時点で少し台所とかが、手狭になっておりましたので、ちょっとここでは休んでいただけないんで奥までどうぞというふうに言っていただいて、受付の方に奥の部屋で休んでくださいと私声かけていただいたんですね。そしてちょっと細い廊下をずっと通っていきますと、ちょうどね、場所的にはこの本堂の裏手になるんですけれども、その裏手にある、部屋に通されたんですね。で、この部屋っていうのがもう非常に素晴らしくって、未だに頭にこびりついてるんですけれども、どう素晴らしいかと言いますと、まず六角形の部屋なんです。六角形でできてまして、で、真ん中に机があるんですね。で、六角形になったその、真ん中に机があって、椅子がずっとこの壁に刺さってる感じの椅子になる。これちょっと非常に分かりにくいかもしれませんけれども、そういった、部屋がありまして、で、そこに通していただいて、で、パッと上を見ますとですね、なんと屋根のところにステンドガラスが、綺麗なステンドガラスがあるんですね。で、この光が入ってくると、緑とか青とかが、壁に映って非常にこれ綺麗だったんですね。そして私それ見ながら、うわ、綺麗だなと思ってて、周りの壁を見ますと、周りの壁にもところどころですけれども小さな窓があって、そこもステンドガラスになってるんです。で、非常にもう、この世と思えないぐらい綺麗な部屋だな。想像していただくのにちょっといいかなと思うんですけども、キリスト教の教会、あれのもう本当に小さくしたようなのがこの裏に実はありまして、そこが非常に綺麗な部屋なんですね。小さいんですけれども非常にもう何時間もいたいなと思うぐらいの。そうしますとそこへある女性が入ってこられまして、今回は参拝ありがとうございます。お茶ですと言って私にお茶を出してくださった。
そしてありがとうございますって言って机の上にトンと置きまして、パッとその女性の方を見ますとですね、またこの女性のお召し物が素晴らしかったんです。どういったものかというと、着物なんですけれども、非常にきらびやかでですね、ちょっと、言い方を変えれば派手なお葬式とはもう全然似つかわない、いわゆる喪服ではなくってですね、カラフルな着物で非常に綺麗な方がお茶を持ってきてくださって、うわー、ありがとうございます。お葬式でもこういった方がお茶の接待してくださるんだなと思って、私お茶いただいてたんですね。そうしますと、そこに私の先輩のお坊さんが入ってこられまして、そろそろお葬式が始まるから部屋から出て向こうの部屋に行ってください。そう言われまして、私は本堂の横にあるお部屋まで案内されて、そこに座るんです。で、数名の本当に3人から4人ぐらいだったと思うんですけれども、他もお坊さんが座ってられて、で一緒にお経を読んでお葬式を終えて帰らせていただいた。これが実は私蓮久寺に初めて来た時のことなんですね。でここまではなんて不思議なことは、一切ないんですけれども、私はこれ帰ってからですね、自分で部屋の素晴らしいのずっと絵が全然下手なんですけれども、私なりに絵を描いて、ステンドガラスのこの素敵な家があって、これを将来自分がもしどこかの住職になった時には再現してみたいなと思うほど、非常に素晴らしい部屋だったんです。で、その部屋のことを絵に描いたりして、でそれから、もうそれこそ10年ぐらい、後になってですね、実は、蓮久寺に、再度私が足を運ぶ。でその時はもう住職交代のお話が、あったので来させていただいて、で来させていただいた時にはもうだいぶお寺が傷んでおりましてですね、裏の部屋がどうなったかなと気になりつつも、その時には聞けずに、私の先代住職の方と私が入れ替わる形で、住むようになったんですね。でもう一番最初に私がもう先代住職が引っ越しが、完了された後掃除に私が来てたんですけれども、その時に一番最初裏にあるですね、そのステンドガラスの素晴らしい部屋、どうしてももう一番最初に入りたくって来てすぐにですね、鍵をいただいて入ったら裏に行きまして、その部屋を探したんです。ところがですね、この部屋がないんです。庭になってるんですね。で、そうか、あれから庭に作り変えられたんだな、建物を潰してしまわれたんだなと思って非常に、残念に思ってたんですけれども、それから数週間後、こちらの総代さん、いわゆる檀家さんの代表の、方が来られまして、ご挨拶させていただいた。その時に私この部屋の話を聞いたんですね。裏にあった部屋っていうのはもう潰されたんですか？そう聞きますと、いやいやそんな部屋ないですよとおっしゃるんです。で、いやそんなわけないですと。絶対私部屋に案内されてお茶もいただいて、もう屋根を見たりいろいろしてたんですけどって言ったんですけれども、いやいや今庭になってるところっていうのは小さな小屋が建ってて、でその小屋が建ってたのももう私の先々代住職が、まだ、ちょっとご病気でお亡くなりになったんですけど、お体壊される前にその小屋は潰して庭にしたので、そんな奥様が亡くなられた時にはそんな建物ないですというふうに言われるんですね。そしてもう一つ、その部屋にいた時に私お茶をいただいたんですけれども、綺麗なお召し物を着た女性の着物の方が入ってこられましたけど、その方に心当たりないですかって言うと、いやそんな方はこのお寺におられないし、ましてお葬式の時この総代さんももちろん出席されてましたから、その時にそんな女性がお茶を出す役なんていうのはなかったですし、またそんなお召し物されてるとお葬式ですから喪服に着替えなさいというふうに言ってたでしょうから、そんな方は一切おられませんと完全否定されるんですね。で、いやでも私としてはですね、絶対におられたので、いやそんなはずないと思うんですけどねなんて話をしたまま、結果としては私は葬儀、一番最初に蓮久寺に来た時に通されたお部屋、通してくださったお茶を出してくださった女性もわからないまま時が過ぎていったんです。ある程度ずっと時が過ぎますと、とある方が来られまして、これはこの蓮久寺の檀家さんではない方なんですけれども、ある方が実はちょっと人形を処分していただけませんか、
そう言って来られたんですね。で、人形の処分ですか。わかりましたということで、その人形を、お預かりしたんですね。そしてその人形を見た瞬間、この着物どこかで見たことあると思ったんです。で、まさにこのお人形のお姿が、まさにね、私にお茶を出してくださったその方だったんですよ。で、この方、このお人形のモデルとなった方は誰なんですか？その方にお聞きしますと、これは吉野太夫さんなんですとおっしゃるんですね。いわゆる太夫さんと呼ばれる方で、もう芸事にすごく特化した方ですね。例えばなんですけども、太夫というものを名前を付けようと思いますと、花町におられるんですけれども、この太夫号をもらおうとすると、書道はもう四半級、生け花は四半級、歌は四半級、もうお琴が弾けて、もう何でもできる芸事に特化して全てのもの四半期を取るぐらいの方でないと、実はこの太夫というのは花町ではいただけないんですね。で、それを極めた方が、おられて、で、それが実はこの人形になってるんですよ。この人形がそれなんですよというふうにしてご説明いただきまして。そうですか、吉野太夫という方がおられるんですね。その時は私全く吉野太夫さんという方を知らなかったんですけれども、それからちょっと時間がある時に勉強してしなくちゃいけないなと思いながら、お寺に人形を置いてたんです。で、いろいろとまた時が経って勉強しますとですね、実はこの蓮久寺が赤い門なんですね。で、この門について調べてると、実はこの門の歴史書っていうのが一切蓮久寺にはもう残ってませんでしたから、どうやって調べたらいいかな、なぜ赤なのかなと思いながら門をいろいろ調べてますと、一つの胸板が出てきたんですね。いわゆる、火事が起こらないようにとかっていうふうにして、建物もそうですけれども、門の方にも、胸木が上がっておりまして、で、それを外して裏を見ますといろんなことが書いてある。で、そこを見て初めて、気づいたんですけれども、この蓮久寺の赤門というのは実は吉野太夫さんという方が寄進してくださったもんなんですね。で、この太夫さんが、芸事に特化しているので、昔この蓮久寺っていうのは非常に芸事に特化したご利益があるというふうに、どうやらされていたということが、この胸札からわかるわけです。で、そうか、じゃあ、吉野太夫さんと非常にゆかりの強い蓮久寺というのはお寺なんだな。で、その時にですね、私はまだ住職になりたてでしたから、仏様に、もしも吉野太夫さんの功徳がまだあるなら、私を芸事で売っていただければ、私がまたですね、このお寺を建て直すのにいろいろと頑張りますんでよろしくお願いしますというふうに、ご挨拶した。その後テレビに出させていただいたり、今この YouTube をさせていただいたりしてますので、その夢も、ご功徳で叶ったんではないかなというふうに私は思ってるんですけれども、さてですね、この吉野太夫さんはもちろん今はもうお亡くなりになって江戸時代の方ですからおられないんですけれども、いやいやそんなことはないんですね。私が今芸事でいろいろとお仕事をさせていただいていることもその証明の一つだと思うんですけれども、もう一つの証明は何かというと、私が蓮久寺に初めて来た時お茶を出してくださったあの女性がまさに吉野太夫さんだったんではないかな。そしてあの部屋の謎は未だにわからないんですけれども、私がこのお寺を建て直す時にですね、実はちょっと栗の方になりますけれど、皆さんも来ていただいたら、1枚見ていただけると思いますけれども、ステンドガラスを、どうしてもどこかにはめたいということを、工事の方お願いしてですね、ステンドガラスの、作ってくださる芸術家の方にお願いして、今蓮久寺の、入り口来ていただきましたら、そこにもステンドガラスが、新しく作っていただいたやつですけれども、はまっているんです。で、なぜお寺にステンドガラスって、なんとなくイメージとして、教会とかにステンドガラスがあるイメージがありますけれども、私はですね、その時の印象が非常に強いので、ぜひともどこかにステンドガラスをつけたいなと思ってつけさせていただいているというようなことでございます。で、もしその後ですね、私が何かよそのお寺に入っていればここへ来ることなかったんですけれども、なぜか不思議と私がこのお寺に来させていただくことになったのも、なんとなくその時から決まっていたような気がします。
それだけではなくってですね、私はもうYouTube ご覧の皆様ご存知かもしれませんけれども、このお寺を宝くじ1億5000万が当たったので、建てさせていただいて、で、その宝くじが当たったお金の使い道で自分の寺をきれいにするのは何事だというふうにご意見もいただきましたけれども、私はお坊さんの仕事っていうのは大きく2つあると思うんですね。で、その2つのうちの1つは何かというと、仏法、お説法を皆さんにお届けするということが1つ。そしてもう1つの重大なことは、拝む場所を提供するということだと思うんですね。ですからそのお金をこの蓮久寺の再建に使わせていただいたということでございます。なぜ突然この今宝くじの話をまた蒸し返すかと言いますと、実はですね、この蓮久寺の赤門、吉野太夫さんの建てた赤門というのは京都に2門ありというふうに、赤塗りの門2門ありというふうに胸札にも書いてあるんですけれども、一つは京都の高ヶ峰にございます上正寺様、そしてもう一つがこの蓮久寺なんですね。で、この蓮久寺だということを実は気づかずに亡くなった方がおられるんです。その方は誰かと言いますと、高ヶ峰の上正寺の門を直すときに多額の寄進をされたある男性の方なんですね。で、この男性の方が、そこを直した後、もう一つの門はどこか、探しておられたんですけれども、結局それが蓮久寺の赤門がそうだということに気づかれないままにお亡くなりになったんです。で、この方が実は、私の母方のおじいさんなんですね。で、最後に、もう一つの赤門を直したかったなと言いながらお亡くなりになってるんですけれども、それをまさに私が今、させていただいているというふうなことが非常にやっぱりなんか過去世からの、あるいはもちろん現世からのつながりもあるんでしょうけれども、私が蓮久寺に、来るべくして来させていただいたというふうに思うんですね。で、これというのは何かと言いますと、まさに蓮久寺にも吉野太夫さんが今もその魂が残っていて、そしてこの蓮久寺には神様仏様がやはりいてくださってるんだなということを本当に強く感じております。ということで、いろいろ私もこの蓮久寺でいろんな業務をさせていただく中でですね、しんどい辛いことも時折ありますけれども、いやいやこれは辛いことではないんだ。苦しいことではないんだ。むしろ私がやらしていただく、徳を積むためにやらしていただく、大きな功徳、積徳をするために与えてくださったお仕事だというふうに、考えてですね、私の使命を今も果たしていこうというふうに頑張っております。ということで、皆様もですね、何か、不思議な縁があって今やっていることを続けておられるのであれば、ますます頑張っていただけたらなというふうに思います。ということで本日はこれで怪談説法を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。